はい、ということで前回に引き続き基礎編やっていきたいと思いますけども、今回は前回、今見てわかる通りカラムとかローとかテキストとかコンテナとかセンターとかそういった基本的なウィジェットやりましたけども、今回はボタンと、画面遷移やっていきたいと思います。ということで、一旦この辺ちょっと消して、ちょっとコンテナもちょっとセンターとかにしますね。センターにして、で、真ん中にこう何かを配置していきたいかなと思うんですけど、真ん中にテキストじゃなくて、ボタンをね、配置していきたい。一旦ダミーでテキスト。ボタンを置きたい。はい、こんな感じでちょっと一旦ね、画面遷移やるでボタンを置きたいということで、ここにボタンを置きたいんですよ。じゃあボタンについて調べましょう。はい、僕はね、全然ね、覚えてないんですよ。そう、こう見えてね、何も覚えていない。フラッター、ボタンって調べましょう。ちょっとこう日本語のやつもいろいろ出ますので、日本語のやつ見てみてもいいんですけど、やっぱりね、公式見たいんで、あえて、flutter.dev って書いてるやつを押しますね。ちょっとここに、これ見ましょう。これ、昔は、フラットボタン、レイズドボタン、アウトラインボタンだったんですよ。2年前とか、去年とかまでは普通に使ってたんですけど、ニューウィジェットとして、テキストボタン、エレベーテッドボタン、アウトラインドボタンっていうのを使うようになりました。今日はじゃあこの3つを紹介しつつ画面遷移もいきたいと思います。はい。まずは、テキストボタン。はい。その名の通りテキストが書いてあるボタンみたいなのを作りやすいと思うんですけども、テキストボタンってこう押したら出てきますね。はい。エンターを押しました。テキストボタンのチャイルドに、何でもチャイルド渡せますけど、テキストで、ボタンって書いて。なんか送られてますよ。なんでなんいや、そういう問題じゃないか。赤くなってるのを上に乗っけると、オンプレスドイズリクエアドって書いてあるんですね。オンプレスド。はい。はい、オンプレスド。作る。はい、ここに、ここにですね、ボタンを押した時に呼ばれるコードを書くということで、これまた、このスラッシュやるとコメントアウトできるんで、なんか日本語とかメモしたいときこれ使います。はい。で、ボタンができました。ここに。はい、ボタン。押したら反応しますね。ボタン。これボタンの種類としては、あとさっき言ったように、エレベイテッドボタンっていうのもあります。そしたらこういう感じの、エレベイテッドなボタンになりますね。エレベイテッドのボタンっていうのは、ちょっとこう、囲まれた影のついたやつですね。ちょっとこう、奥行きのあるボタンになります。フラットな感じの、さっきのテキストボタンだったら、こう、平らっていうか、なボタンですかね。はい、そういう感じの使い分けというか、ができます。あと、アウトラインドボタンはこんな感じ。その影はないけど、アウトラインドって名前の通り、周りにアウトラインの線がありますっていうボタンですね。はい。じゃあ、エレベイテッドボタンにしましょう。今回は。ね、ここのボタン、例えば次の画面へっていう感じで、書きます。で、ちょっと、なみなみ線がちょっとうるさく感じてきたので、コンストをつけましょう。なみなみ線にコンストをつければいいってわけじゃないんですけど、これ上に乗っけて、なんか出てる、prefer const with constant constructors って書いてあるんで、これはコンストをつけろっていうことを英語で言ってますので、コンストをつけます。コンストっていうのは、もう本当に、静的な定数に対してつけ
ましょうっていうやつで、もうなんですかね、変数とは違ってこう完全に定数っていうのも何も変わらない。このテキスト、画面1000やるでっていうテキストはもう変更されないので、もう静的なと動的と静的みたいな話になりますけど、そういうスタティックなね、静的なやつにはコンストをつけろっていう、こうダートの、ルールがありますので、つけなくても動くんですけど、つけてみました。はい、ということで、はい、ボタンはこの辺にして、ボタンを押したら画面遷移するってやついきましょう、次。はい。ここまでですね、ボタンまでやってきましたけど、ちょっとこの辺のちょっと使ってないやつを消しますね。はい。ちょっとこの辺の、タイトルとかも使ってないので、ちょっと消しますか、一旦。消しやす。この require this title のカンマまでも、ここまでも、間違えた、消します。カンマも消します。ここ使ってないので消します。なんか消さなくていいやつ消して、このカッコは消さなくていいと。はい。こんな感じで、マイホームページがあって、マイホームページからこのクリエイトステートでマイホームページステート、こいつが呼び出されているというスタイルになっております。ステートフルウィジェットとステートレスウィジェットがありまして、ステートフルっていうのはステートをフルしてる状態なんですよね。ステートっていうのはなんか状態っていう意味で、さっき言った変数みたいな、色を持ったりとか、さっきのカウントみたいな変わっちゃう数字ですね、思ってるんですけど、今の画面ってもう次の画面へっていうボタンしかなくて、それこそコンストな感じなんで、変わらないんですよね。状態持たなくていい画面を今作ってるので、そういう場合はステートフルウィジェットじゃなくてステートレスウィジェットでよくて、こいつがガラッといらないんですね。こいつをポンってもう消しましょう。で、ちょっとここがもうマイページ、マイホームページステートって名前で、ホームページかっていう名前でよくて、ここがエクステンズの部分がステートレスウィジェットですね。はい、これで My Home Page Extends Stateless Widget。この Extends っていうのも継承してるっていう、その Stateless Widget っていうこのベースを使って My Home Page 作ってますっていう感じ。ちょっとこのコンストダメですエラーがね、出てますけども。はい。何々線また出てますけど。Use Key Widget Constructor。さっきのこれですね、こいつを作れっていう話なんですけども、ちょっと一旦めんどくさいので、こっちだけ消しますね。はい。一旦これでいきましょう。動作はね、問題ないと思うんで。ホットリロードエラーになっちゃいましたね。ちょっと一旦こういう時は、ホットリロード was reject ってなってエラーになっちゃった時は一旦止めます。止めて、やり直します。ということで、もう一回いきましょうか。このマイホームページっていう、一つの、これが一つの画面って考えていただいたらいいと思うんですけど、これ今出てるやつですね。これはちょっと大元のマイアップっていうこの全体みたいな感じなんですけども、ちょっとここでですね、ちょっとこの辺を消して、ここのやっぱメインドットダートっていうダートファイルしかないんですけど、ちょっとあとファイルをちょっと2つぐらい作ってみましょう。じゃあこの My Home Page っていうやつ、ちょっと名前でも変えてみますか。例えば First Page っていう名前に変えてみましょう。First Page がこちら。はい。で、First Page を、ちょっとここはじゃあメインダートはこいつしかないという状態にして、First Page を別のね、ダートファイルに移したいので、右クリックして、ここ、New。New。右クリックとかMac の人は2本指タップとかですかね。New ダートファイルで、First Page、First アンダーバーページダートはつけなくていいか。はい。勝手につきますから。First Page 作りました。で、First Page にこいつをちょっとコピーして
コマンド X で切り取ってこっちに移します。ほい。でちょっとエラーが出ましたので、ちょっとこの上にカーソル乗っけて、出てきたこの左上のびっくりマークを見て、インポートマテリアル、フラッターマテリアルをインポートします。はい。で、こいつのエラーはなくなりました。はい。ファーストページのエラーなくなりまして、で、こいつね、こいつがエラーになっちゃったんですよ。ここにあったファーストページ、下にあったファーストページがなくなっちゃったから、なくねみたいな。で、エラーになってるんですよ。ファーストページとかなくねみたいな。別のファイルに来ちゃったんで。じゃあ、そういう時にこのインポートっていうのが意味をなしてて、さっきのインポートもそうで、これ消したらこの辺とかエラー、ステートレスウィジェットとかビルドとかウィジェットとかエラーになるんですけど、これ入れたら大丈夫なのは、このマテリアル.dart っていうこの元からフラッターが用意してるファイルのこの中に、まあちょっと見えないけど、この中にステートレスウィジェットだったりとかウィジェットだったりとかが用意されてるから、これをインポート取り込むことで使えるんですよ。それと同様にしてですね、この自分が今作ったファーストページっていうこのクラス、まあ自分のオリジナルの画面なんですけど、こいつもやっぱり別ファイルにあったらインポートしないと使えないわけですよ。ということで、ここ、まあそれもね、こうやって上に乗っけてカーソルをちょっとボタン1個ポンって押してやったら左側にこういうびっくり出てくるんで、ここでインポートまあ上の2つ同じ意味なんで、インポートライブラリファーストページ .dart って押したら、まあ、上にこれ追加されますと。これやってあげると、この隣にあるファーストページ .dart がインポートされて、ファーストページ .dart が使えるの中に書いてあるコードが使えるようになるということなんで、このファーストページが、使えます。で、これで保存したら、まあ、大丈夫そうですね。で、まあ、今このメインダートにはこのメイン、ボイドメインっていう一番最初にアプリが開いた時にこう呼ばれるコード、このランアップっていうのがあるからアプリは起動されるんですけど、これ多分消しちゃったらどうなっちゃう？まあ大丈夫か。消してこう再起動したらおかしくなってしまうかもしれない。もしかしたらどうなるんでしょう。わからない。はい。まあこのランアップがあるから、この、ランアップの中にあるマイアップっていうここにあるやつが、まずこのアプリ全体が起動されまして、まあそれがマテリアルアップっていうこの、まあ、全体を示すアプリのクラスの中にホームとしてファーストページがありまして、今自分で作った。で、まあこいつみたいな子供ね、チャイルドみたいなもんですよ。子供がファーストページとかなんとかページとかこれからいっぱい作っていくわけですけど、まずは一番最初このファーストページが出てると。はい。で、このファーストページからここに今さっき作ったエレベートボタンがあるわけですけど、この次の画面。これを押したら次の画面行きますっていうようにしたいわけですね。はい。ということで、もう一個作りましょう。New Dart File。セカンドページ。はい、セカンドページ。作ります。はい。置きます。ちょっとコピーしますね。ファーストページを。はいはいはい。ファーストページコピーしてきて、これを書き換えます。セカンドページ。はい、セカンドページに書き換えまして、ちょっと名前、ここ変えてみますが、セカンドとかに。こっちファーストとかにしておきますか。ファースト、セカンド。はい。今、ファーストからセカンド、これを押したらセカンドに行きたい。ボタンを押したらセカンドに行きたい。ちょっとセカンドはボタン、まあ置いといていいか。まあ、セカンドね。で、こっからやっと画面2つ作りましたので、ここに画面遷移のコードを書きます。これを調べます。
はい。フラッター、画面遷移。で調べてもいいし、英語で調べられる人は、やっぱ、公式は英語なんで、フラッター、ナビゲーションとか、ナビゲーションがいいかな。ナビゲーション、ルーティング。はい。これかな。ナビゲーションルーティングが公式ドキュメントですね。でもこれなんか短いですね。ナビゲーターにしよう。ナビゲーター。フラットナビゲーター。これ、ナビゲータークラス。ちょうどいいの。これでいいか。これでいいか。ナビゲーターポップ。ナビゲータープッシュ。プッシュ。ナビゲータープッシュ。ナビゲータープッシュ。ナビゲーターちょっとプッシュで調べますね。フラットナビゲータープッシュ。これでいいや。ナビゲート to a new screen and back。こちらの公式ドキュメントの、この辺まで似てる流れになってますけど、こいつですね。to navigate to the second route using navigator push ということで、こいつをコピーしますね。このオンプレストの中にあるナビゲーター .push 括弧閉じまで、置きますと。ファーストページに置きます。ここにセカンドページと。ちょっとコンストはちょっと一旦消すと。これで OK よ。ナビゲータープッシュでこのセカンドページっていうのを指定してやってあげると、ここを押したら、ほら、セカンドになった。見てください。次の画面を押したら、セカンド。バック。次の画面、セカンド。で、この左上のやつは、バックボタンは勝手にくっついてくるんで、勝手にこのアップバーをあれしたらくっついてくるんですよね。あれしたら、そう、あったら、勝手に、次の画面になったらもう勝手に出てくる。セカンドページ。そう。ちなみに、セカンドページはちょっと前の画面に戻る。前の画面ってこう変わりましたが、この場合は、こう Return to the first routing using Navigator POP って書いてあるんで、Navigator POP を、例えばセカンドページのこのボタンを押したときに呼ばれるコードを書くのところに置いたら、保存したら、これを押したら、POP、いけた。次の画面、前の画面。そう。ちょっと分かりづらいんで、セカンドのアップバーの色をちょっとバックグラウンドカラーをレッドにしてみたら分かりやすいかな。ちょっとエレベートボタンの色も、こいつの色は簡単に変えれないか。そうですね。カラーはなかったので、これでいいか。はい、ファーストから次の画面を押して、セカンド。こんな感じです。できましたね。画面遷移です、これが。ちなみに、もう一個ラスト。このプッシュのマテリアルページルートのパラメータとして、フルスクリーンダイアログ true っていうのを、true false っていうブール値が、審議値があるんですけども、こう true って渡してあげると、これを押したら下からせり上がりますね。これなかったら横にこう遷移するけど、ピュッて。これフルスクリーンダイアログ true にしたら下から上にピュッて。これ。なります。はい。以上。そんな感じで画面遷移のご紹介でした。次の動画では、どうしようかな。次の動画では、この画面のファーストページからセカンドページに値を渡すと。例えば、色を渡すとか、テキスト、名前を渡すとか。例えば名前入力してもらって、次の画面でその名前表示するとか、そういう画面から画面へ変数を渡すっていうことですね。それをやってみたいと思いますので、
お楽しみに。ということで、今回の動画は以上です。質問とかはフラッター大学のね、フラッター修行プランなので受け付けておりますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。それでは、See you next time.